さて、処刑執行だね。さてと、今日会ったあいつ、閻魔帳に名前書いちゃおっかな。どうしよっかな。ああ、又兵衛閻魔帳。そこには又兵衛様の逆恨みを受けた者の名が順位をつけて連ねられているという。まあ一応書いとくか。血の池の月、針地獄の筆頭。順位はせいぜい40位ってとこだな。と少なくとも40人。その全員に復讐するのか。こいつは親指、小指、薬指、人差し指、中指全部へし折って踏みつけてのたうち回らせの刑だ。なんと残酷な。しかしこれはまだ手ぬるい方だろう。すっきりした。処刑執行が楽しみだな。又兵衛様、将軍足利義輝公による天政奉還の命の折が。ああ、今頃何言ってるんですか。俺様が知らないとでも思ってるんですかね。では我々はどのように動くのでしょうか。いや、だからさ、関係ないんだって。そんなの俺様こいつで忙しいの手一杯なの。天下の大事より己の復讐か。歪みきっている。ていうか見てわかりませんかね。お前グズですか。グズはバラしますよね申し訳ございません。さあ、栄えある閻魔帳第2位は上杉謙信。戦上手で暗夜も上手なお前だ。また閻魔帳を取り出して、精鋭豊臣軍の一員だった晴れがましい姿も今は昔か。刺して切って刻んで蒸して煮て焼いて茹でて。ああ、ダメだ、足りない、全然足りない。軍神上杉謙信、日の本屈指の武人。かつて又兵衛様が完膚なきまでに敗れ去った相手。おや、お前今妙なこと考えてなかった。俺様があいつにズタボロに負けたとかねえ。いえ、そんな、まさか。あの一戦で又兵衛様は初めてつまずいたのだ。閻魔帳堂々の第1位だって政宗。どこだ、どこに隠れただて。伊達政宗、小田原の一件か。命令を無視して突撃した結果、返り討ちにあった。おい、伊達、上杉、どっちでもいいや。隠れてないでさ、出てきてくださいや。それを咎められ、周囲から冷笑を受けるようになって、又兵衛様の行動は常軌を逸し始めた。お前ら所詮獲物にこびりつく血油なんだよ。誰よりも強く賢く誇り高い後藤又兵衛。この狂気の行き着く果てに
かつての姿はあるのか。ちょっとはしゃぎすぎちまったか。又兵衛様、腕から血が。今すぐに手当てを。しからばごめん。おい、お前何やってんだ。俺様の体に気安く触れてんじゃねえよ。お気を確かに。傷はあそうございますぞ。あだお前痛くしてんじゃねえよ。わざとかわざとだろうね。あいつ又兵衛様に命が惜しくはないのか。おい、この間の一件、あのように又兵衛様に近づくなど正気の沙汰ではないぞ。命が惜しくないのか。この間の、ああ、手当てのことでしょうか。確かに下手をすると処刑されていたかもしれません。笑い事ではないぞ。一体どういうつもりだ。いや、しかし又兵衛様はこの流浪の軍を連戦連勝に導いている将。我らが敬い気遣うは当然では。その通りだ。気づけば我が軍は天下取りに最も近い独立勢力などと目されている。日陰者の集団である我らが日の目を見ることができる。それもこれも又兵衛様のおかげですから。全くもって正しい。だが当の又兵衛様はそのことに気づいているのだろうか。第16位処刑執行完了抜点と。はあ、残りがずいぶん減ってきやがったな。そういや最近あんまり閻魔帳に書き足してないか。どうも生っちょろいのばっかりでつまんねえな。この方は本来文武ともに天下人の器と言える。だがその器にはひびが入り脆くなってしまった。ああ、書きてえ。名前書きてえ。復讐して刺してついてねじ切って叩き潰して、俺様をバカにしたクズを片っ端から消してやる。でないと誰も俺様を認めやがらねえからさ。今はこれでいいんだ。狂気がひびを埋めている今は天下を取り敵が消えればひびもきっと消えるはず。今に見てやがれ、今に見てやがれ、今に見てやがれ、今に見てやがれ。ああ、あと何人残ってたっけ。あいつとあいつとそれとあいつも。まあどうでもいいか。だってね、俺様は天下を取った後藤又兵衛ですから。俺様もうみんなに認められちゃってますから。閻魔帳第2位見つけた。この不浄なるよどみ、言うなれば邪のものか。胸騒ぎがします。謙信様、お引きください。
来ましたね。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上に。上杉全軍包み込みなさい。お前さ、俺のことをさ覚えてるよねえってば。なんだこいつ、留め金が外れてる。その者は人であることを捨てたのです。あんなやつを謙信様に近づけさせてなるものか。私が始末する。あれも強靭とはいえ一振りも強い。重々気をつけなさい。いいですね。はい、行ってまいります、謙信様。さあ、左右の陣を死守せよ。これらを落とされればハサミを打たれるのみぞ。又兵衛様を置いてどこかへ仕官すれば間違いなく円末。誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵、直江兼続参上。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。謙信様ほどお優しい主君はいないよ、間違いなく。人の生き死に、一睡の夢のこと。まずはそれがしが行く。おのおの奴の泣きどころを見極めよ。武力俺たち数千人分。バカな、壊れてやがる。最後に主が勝ればそれで我らの勝利を。草木をにじらぬよう追い払いなさい。合点です。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影として敵を惑わせるのです。もうすぐだ。お前の顔も装束も何もかもさあ真っ赤に染めてやるよ。幾ばくかの疲労は与えた。拙者はここまで。形あるもの必ずや損ずるのです。強いですね、剣がざわめくほどに。でくごときがこの又兵衛様に盾ついてどうなるんですかねえ。豊臣時代のこととかもっと聞きたいんだけどな。何か言った？今俺様に何か言ったねえ。謙信様、あなた様の振るわれる宝具の中に私も。無論です、美しき剣。毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方のお心打ちが私などにわかるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。私などを最良の宝具と語ってくださった。その思いに応えるため貴様を倒す。ひげなどするな。そなたもまた一番星よ。この痛みが
散りゆく者の慰めたらんこと。危ういと思ったらいつでも呼べ。見覚えがあると思えばいつかの豊臣のものか。お前誰つうか何、俺様の邪魔をしようってのねえ。一度ならず二度までもあの方に殺意を向けるとは許されざる罪だ。二度？たった二度？バカが。あの日からずっと抜けっぱなしだ。剣心様、お願いです。逃げて。剣、お前の願いは聞けません。私は逃げも隠れもしない。いよ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 だ。あの日をやり直す。はい、死んだ。上杉、今ので順位繰り上げるぞ。死ねえ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 死んじゃえよ。そなたのうちに人の心がかけらでも残っているなら聞きなさい。憎悪も生来人の身に宿りしよう。それを汚れと断ずること、人にはあたわぬ。頭悪いお説教ですか。いいね、続けてくださいよ。人一人導けぬ。所詮私やってやったやってやったやってやったこれは地獄だ。もはや又兵衛様は完全に狂気に飲み込まれてしまっている。次は伊達政宗。伊達政宗閻魔帳第一位伊達政宗。又兵衛様、どけ。もうさっと突っ立ってんじゃないよお前。邪魔だよ、バラしちゃうよねえ。助けて。もはやこの軍、生きるも地獄、死んでも地獄か。政宗様、あの男は。忘れちゃいねえさ。小田原で石田の下にいたやつだ。よく来たな、ゴスピー。だって政宗、俺様が味わった苦痛たっぷり思い知らせてやる。リベンジか。まあそれ自体は構わねえ。
その血は何だ。どこで何をしてきた。気になる？そりゃ軍神様の血ですから気になっちゃうよね。バカな、空心だと。奴の話どう思う小次郎。信じたくはありませんが、おそらくは事実かと。あの男のまとうどす黒い闘気はまがいものではありませぬ。あれれこそこそ。あとは任せたぜ。マグナムブーあの人、あの時と同じだ。やり直せるんだ。全部白紙だ。そうだ、俺様は豊臣軍の牽制を時代を背負って立つ後藤。又兵衛様だ。よっしゃ、一番やり。ざまみろ石田、ついでに黒だ。光明神ってやつか。身を滅ぼす理由としちゃありきたりだな。お待ちください、政宗様。どうも様子がおかしい。半兵衛さん、秀吉様、見ててください。誰が沢野にふさわしいか証明します。すさぶ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。今から証明しますから、見ててくださいよ。見ててくださいよ。だってさ、おとなしく俺様にやられちゃってよ。おい小次郎、こいつの話ぶりまさか。それとも右目の方からえぐっちゃおうかな。軍港立て放題。来たおそらくあの時小田原での戦と一言一句同じ。この男が石田軍の先鋒として現れた時と。 No way。 なんてこった。我らも続きますゆえお進みくだされ。政宗様、控れよ。この男は。見つけた。見つけた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 。バリバリによろしく頼むぜ。必ず後悔させてやるよ。俺様の視界に入っちゃったことをさ。お前今からぐちゃぐちゃになるけどいいよね。切られるのと刺されるのとえぐられるのとちぎられるのねえ、どれがいいねえ。まあどっちにしろ豊臣若手第1位である俺様の敵じゃないですよ。ねえねえ。こいつは本当にあの時をやり直しているのか。とんでもねえ話だ。3度目がないようきっちりとどめを刺してやる。それがせめてもの情けだ。無駄に粘りやがる。どいつもこいつも俺様の大活躍を邪魔しやがって。むしろお前がいなくなると寂しいよ。つらいよ。苦しいよ。地獄でリベンジ。
してやるぜ。もう1位はいないんだっけ。じゃあ誰か繰り上げるしかないよな。誰がいい？誰でもいいか。早く決めなきゃ。早く。獲物が逃げちまうよ。獲物。